うわ、隣人トラブル。それは日本のあるあるですね。特にアパートだと壁が薄いですからね。そうなんです。木造のアパートだと、隣の人の話し声とか、テレビの音とか、結構聞こえちゃうんですよね。生活音って言うんですけど、わかります。夜中に洗濯機を回す音とか、掃除機の音とか。僕は昔、上の階の人の足音が気になって、足音、それもよくある問題ですよね。あの、実は私、最近まさにその音で、ちょっと信じられないような、でも面白い経験をしたんです。TURIS。え、信じられない経験？何ですかそれ？気になります。夜遅くに友達と電話で話していたんですけど、すごく面白いアニメの話で盛り上がっちゃって、好きなこと話してると時間忘れちゃいますよね。で、それで？つい大声で笑っちゃったんです。あはははって。そしたら、その瞬間、隣の部屋から壁をドンってすっごい音で叩かれたんです。夜中に壁ドン？それは怖い。本当に怖かったですよ。心臓が止まるかと思いました。一瞬で静かになって、電話の友達に、ごめん、また明日、って小声で言って切りました。それは気まずい。パーティーとかじゃなくて笑い声で怒られるなんて、日本らしいというか、なんというか。でしょう？でもここからがもっと面白いというか、奇妙な話なんですけど、まだ続きがあるんですか？そうなんです。壁を叩かれた後、直接何か言われたわけじゃなかったんですけど、次の日の朝、もっと奇妙なことがあって、次の日？何があったんですか？まさかドアの前に仁王立ちして待ってたとか？あはは、それだったら逆に面白いかも。そうじゃなくて、アパートの郵便受けを見たら、一枚の紙が入ってたんです。紙？もしかして手紙ですか？そう、手紙です。でも、誰からか名前は書いてなくて、すごく丁寧な字で、夜間はもう少しお静かにお願いいたします。皆様が快適に暮らせるようご協力をお願いしますって。うわ、出た。日本の隣人トラブルの定番、匿名の苦情メモ。まさにそれでした。差出人がわからないから余計に怖くて、本当に隣の人なのか、それとも別の人なのか。アパートの住人全員が犯人に見えちゃって、わかります。直接文句を言われるより精神的にきますよね、それ。でも、これが日本の文化というか、直接言うと、佐渡が立つって言いますもんね。そうなんです。都度が立つ。つまり人間関係がギクシャクするのを避けたいんですね。だから、こういう間接的な方法で気づいてくださいってサインを送るんです。なるほどね。でも笑い声で壁ドンされて、さらに手紙まで。みゆさん、相当うるさかったんじゃないですか？そんなことないですよ。多分。でも、それ以来、家でアニメを見るときはヘッドホンが必須になりました。それがいいですよ。僕も一度アパートの掲示板に張り紙があってびっくりしたことがあります。張り紙？そうそう。しかもその張り紙、
誰のことか具体的には書いてないんですよ。最近夜間に大きな声で話す方がいるようです。皆様ご配慮をお願いします。みたいに。でも住人はみんな心の中では、あの部屋の人だなってわかってるんですよね。あはは、わかります。暗黙の了解というやつですね。本人もその張り紙を見たら自分のことだって気づきますよね。そう、それが狙いなんですよ。その張り紙が出た後、本当にピタッと静かになりましたから。効果てきめん。直接バトルするより平和的な解決方法なのかな？平和的ではありますけど、ちょっと怖い気もします。私の手紙の時と同じで、誰が不満に思っているかわからないから、周りの人全員の顔色を伺うようになっちゃいます。こういうのを遠回しに言うって言いますね。確かに、遠回しに言われると逆にいろいろ考えちゃいますよね。僕も一度夜中に友達と家でゲームしてて盛り上がりすぎちゃったことがあって、次の日ドキドキしながら掲示板をチェックしに行きましたもん。あはは、ケンゾさんも経験者だったんですね。で、どうでした？張り紙はありましたか？なかったです。セーフでした。でも、それ以来、夜は忍者みたいに静かに歩くことを心がけてますよ。抜き足、差し足、忍び足で。忍者ですか？でも、それくらい日本の集合住宅では音に敏感だということですね。直接的な苦情よりも、匿名の張り紙や手紙。これは日本で暮らす上で覚えておくといい文化かもしれません。そうそう。その丁寧さと内容のギャップがすごい。お願い申し上げますみたいに、ものすごくへりくだってるのに、書いてあることは、うるさいぞっていう強いメッセージですもんね。他にもゴミ出しのルールとかでよく匿名の張り紙を見かけませんか？最近分別ルールを守らない方がいらっしゃるようです。皆様で気持ちよく生活するためにご協力をお願いいたしますとか。見ます見ます。直接、あなた、ダメですよとは絶対に言わないんですよね。あくまでどこの誰かはわからないけど困ってるんですっていうスタンス。で、ええ。これはお互い様という考え方が根底にあるんだと思います。自分も誰かに迷惑をかけているかもしれないから、お互いに気をつけましょうという精神ですね。お互い様か。なるほど。でも気を使いすぎるのもまた大変ですよね。僕、このアパートに引っ越してきた時、隣の人に挨拶に行ったんですよ。これからよろしくお願いしますってデパートで買ったちょっといいタオルを持って。あ、引っ越しの挨拶ですね。素晴らしいです。日本では大切な習慣です。ええ。そしたらその日の夜にピンポーンってチャイムが鳴って、ドアを開けたらそのお隣さんが僕があげたタオルより明らかに高級な箱に入ったお菓子を持って立ってるんですよ。あはは、お返しですね。日本には何かをもらったらお返しをするという文化がありますから。しかも、もらったものと同等かそれ以上のものを返さなきゃって考える人が多いんです。まさにそれ。
僕、すごくプレッシャーを感じちゃって、これ、僕もまた何かお返ししないとダメなやつって、無限ループに陥るところでしたよ。その気持ちすごくわかります。それも結局は相手に借りを作りたくない、対等な関係でいたいという気持ちの表れなんですよね。ああ、そういうことか。隣人トラブルを避けたいという心理がこんなところにも出ているのかもしれません。ちょっと待って、みゆさん。さっきの壁ドンの話、もう少し詳しく聞きたいんですけど、深夜3時に何見てたんですか？あの、恋愛アニメですごく面白いシーンだったんです。深夜3時に恋愛アニメで大爆笑って。うわ、それはフラグが立ってますね。まさにその通りです。私があはははって笑ったその瞬間でした。隣の部屋の壁からドンって地響きみたいなものすごい音がしたんです。うわー、出た壁ドン。しかも深夜3時に。それは怖すぎる。本当に心臓が止まるかと思いました。一瞬で血の気が引いて、部屋がシーンって。もう怖くてすぐにテレビを消してベッドに潜り込みました。そりゃそうですよ。でも、ちょっと待ってください。パーティーをしてたわけでもなく、友達と騒いでたわけでもなく、みゆうさんが一人で笑っただけで、別れたんです。そこが一番理不尽だなって。ただアニメを見て一人で笑ってただけなのに、まるでうるさい、黙れっていう無言の圧力ですよね。うわー、日本らしいというか、なんというか。笑い声にすら厳しいんですね。僕だったら逆に何見てるんだろう、面白そうだなーって思っちゃうけどな。ケンゾさんは優しいですね。でも、それ以来、夜にアニメや映画を見るときはヘッドホンが欠かせなくなりました。絶対それがいいですよ。いやー、でも日本のアパートで静かに暮らすって、もはや一種のスキルですよね。本当にそうですね。生活音にはこれからも気をつけないと。うわー、その後の静寂が一番怖い。想像しただけで鳥肌が立ちますよ。で、みゆさんはその後ちゃんと眠れたんですか？全然眠れませんでした。もう、寝返りを打つ音ですら、壁の向こうに聞こえてるんじゃないかって。ビクビクしてました。わかりますその気持ち。一度気になると、自分の出すすべての音が気になっちゃいますよね。それで、次の日、そのお隣さんと顔を合わせたりしたんですか？それが、ここからがこの話のもっと日本らしいというか、奇妙な部分なんです。まだ続きがあるんですか？壁ドンより奇妙なことって何ですか？次の日の朝、アパートの郵便受けを見たら、一枚の紙が入ってたんです。紙？もしかして、手紙です。でも、誰からか名前は書いてなくて、すごく丁寧な字で、夜間はもう少しお静かにお願いいたします。皆様が快適に暮らせるようご協力をお願いします。って。うわー、出た。日本の隣人トラブルの最終兵器、匿名の苦情メモ。まさにそれでした。直接言われるよりなんだか怖くないですか？差出人がわからないから、本当に壁を叩いた人なのか、それとも別の人なのか。わかります。直接うるさいですよっ
って言われる方がまだマシですよね。こういう匿名のメモって精神的にじわじわきますもん。でもこれが日本の文化というか、直接言うと佐渡が立つって考えるんですよね。そうなんです。佐渡が立つ。つまり人間関係に波風を立てたり、ギクシャクしたりするのを避けたいという気持ちが強いんですね。だからこういう間接的な方法で、あなたのことですよ、気づいてくださいっていうサインを送るんです。なるほどね。でも壁ドンからの丁寧な手紙って、そのギャップがすごいですね。ある意味、すごく丁寧な脅迫みたい。もう健三さん。でも、そう思われても仕方ないかもしれません。それ以来、家でアニメを見るときは、絶対にヘッドホンが必須になりました。その後、どうしたんですか？壁ドンの犯人らしきお隣さんには会いました？それがですね、会っちゃったんですよ、次の日に。アパートのエレベーターで。二人きりに。うわー、密室で二人きり。一番会いたくないシチュエーションじゃないですか。本当にそうですよ。もう心臓がバクバクで、お互い絶対に目を合わせないようにして、エレベーターの回数が表示されるデジタル数字だけをずーっと見つめてました。目に浮かびます。その無言の空間、気まずすぎる。絶対その人が壁ドンしたんですよ。思いました。オーラでわかりました。昨日の犯人はこの人だって。何か話すべきか一瞬考えたんですけど、結局何も言えなくて。それが正解ですよ。そこで、昨日はすみませんなんて言ったら、相手も、何のことでしょうみたいに、しらばっくれられて、もっと気まずい空気になりますからね。確かに、匿名のメモまで使って、直接は言いたくありませんっていう意思表示をされてるわけですもんね。そうなんですよ。この言わなくても察してくださいっていう文化、本当に日本のあちこちで見られますよね。例えば、ゴミ捨て場とか、わかります。ゴミ捨て場の張り紙、絶対ありますよね。そうそう。最近分別ルールを守らない方がいらっしゃるようです。みたいな、丁寧だけどちょっと怖いあの張り紙。皆様で気持ちよく生活するためにご協力をお願いいたしますって。必ず書いてありますよね。絶対に〇〇さん、あなたのゴミの出し方間違ってますよとは書かない。書かない。あくまで皆さんへのお願いという形を取るんですよね。でも、多分ゴミを出した本人は、それを見て、あ、これ自分のことだってドキッとするんですよ。まさにそれが狙いなんでしょうね。個人を名指しで非難するんじゃなくって、集団全体に呼びかけることで佐渡が立たないように問題を解決しようとする。なるほど。和の精神か。でも、誰が書いたかわからない張り紙や手紙って、やっぱりちょっと不気味ですよね。そうなんです。私の手紙の時もそうでしたけど、誰が不満に思っているかわからないから、全員の顔色を伺うようになっちゃう。それが一番精神的に疲れるかもしれません。いやー、本当に。日本のアパートに住むのってサバイバルゲームみたいですね。そういう時こそ、もし自分が、ちょっとうるさかったかなって思ったら、次の日に会った時に、ご迷惑をおかけしますっ
って一言言うだけで、人間関係がスムーズになったりしますから、そうですね。ご迷惑をおかけします。これは魔法の言葉かもしれません。完璧なまとめです、みゆさん。それにもし匿名のメモをもらってしまっても、それは個人攻撃というよりは、みんなで快適に暮らすためのルールですよ。という、ちょっと遠回しなリマインダーなんですよね。その通り。日本の文化を理解する、いい勉強になります。というわけで、日本に来る皆さん、僕たちと一緒に音の忍者を目指しましょう。ふふふ、音の忍者、いいですね。私も頑張ります。いやー、それにしても、今日の隣人トラブルの話は、本当にいろいろ考えさせられました。本当ですね。僕たちのリアルな話が皆さんの参考になったり、あるいは単純に楽しんでもらえたりしたら嬉しいです。もし皆さんも面白い隣人トラブルの話があったら、ぜひコメントで教えてくださいね。ぜひ読みたいです。それでは今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。またね。